はい、放課後ゼミです。今回は前川聡さんの書かれたゼロから知りたい内臓脂肪の教科書というね、こういった本が終わりました。はい。これは良かったですよね。これ、帯にこう書いてありますよ。1500人以上の内臓脂肪を落とした専門医が教える食べて落とす食事術ということでね、脱メタボできますって書いてありますし、糖尿病、高血圧、脂質異常症、脂肪肝、あらゆる病気がみるみる改善するということでね。僕は糖質制限をやってますし、これは間違いないと思いますね。間違いないと思います。はい。ということでね、今回はね、こちらの本を読んだんですけれども、こちらのね、テキストの特徴ですね。これをちょっと初めにお話ししておきますと、これは前回ね、こちらが第1弾なんですけれども、糖質の教科書ね。で、こちらと同じ構成になっていて、つまり、見開き2ページでね、こう見開き2ページで、項目ごとにね、説明がされている点ですね。こういったところが非常に分かりやすいということですね。つまり、この右側が説明になっていて、で左が図解とイラストね。こういった形で分かりやすく要点がつかめるようになっているという点ですね。で、もう一個特徴があって、それは健康診断の検査表の見方ですね。で、これはね、今回多分、初めてこれが掲載されたとは思うんですけれども、内臓脂肪の増加に深く関わる検査項目っていうことで、一覧で載ってるんですよ。で、その具体的な検査項目の見方がわかるっていうことですね。そういったものも載ってるんで、ぜひね、こちらお手に取って確認してほしいと思います。で、こちらの今回扱った本はですね、内臓脂肪を減らすための改善策として、糖質制限ですよね。これ今回の改善編でがっつりお話ししましたよね。この糖質制限と合わせて理解してほしいものなので、正しい糖質制限の理解のためにもね、こちらの糖質の教科書ですよね。こちらをセットでご覧いただければと思います。で、僕のね、動画で言うとこちらになりますね。糖質の基本と、あとは糖質の新常識ですね。この2つも合わせてご覧いただきたいと思います。で、ちなみにこちらの糖質の教科書も含めて、これまでに前川さんの書かれた本であるとか、あるいは監修された本ね、そういった本の紹介を、こちらのね、対談動画ね、こちらでお話ししているので、こちらも一緒にご覧いただければと思います。はい。ということでね、今回はですね、こちらの内臓脂肪の教科書の中で載っていた内臓脂肪の CT 検査ですね。これを僕がやってきたので、その検査結果をお話ししたいと思います。ということで今回は私の内臓脂肪 CT の検査結果ということで、今回のね、こちらの前川さんの本を読んで、自分の内臓脂肪のね、こう正確な数値ですよね。これを知りたくなったので、何事も実践だと思ってるんで、僕がいつもですね、人間ドックをやってもらう期間で、この内臓脂肪 CT っていうのもやってるのかなっていうことをオプションで探したらあったんですよ。この内臓脂肪 CT 検査があったので、それだけをね、今回やりに行きました。で、値段はですね、その内臓脂肪 CT だけで3300円でした。で、具体的にそこに行って何をやったかっていうと、検査は血圧を2回ね、まず最初に自分で測るんですよ。で、それは人間ドックをやるときもいつも一緒なんだけど、血圧を2回測って、で、その後に CT 検査をやるんですけれども、これはね、なんか機械に自分の内臓のところを通すので、よくある CT 検査の機械なんだけれども、これは僕が人間ドックの時に脳ドックもやるんだけど、それと同じような機械でしたね。つまり、こう寝ていて、このね、なんていうかな、こう固定して、で、固定してここで動かないようにっていうことで、その機械の中に入っていくわけね。スライドしていって、寝た状態で入っていって、で、その腹部あたりの、撮影をするんですよね。で、多分僕が思うに2回撮影したと思います。多分。で、ちょっと場所を変えてもう1回撮影したんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、多分そんな感じでやったと思います。で、その後に、あと身長と体重ですね。で、これを測って終わりということになりました。で、この検査は僕は午前中に行ったんだけれども、だいたいこのトータルで30分くらいですね。30分くらいで終わりました。で、僕がやったところは、検査結果が後で送られてくるんですよ。郵送で。で、そこで検査結果が送られてきたのがこちらになるんですね。こちらです。で、これね、ちょっとね、画像が見にくいと思うので、ここにね、載せておきますけれども、こんな感じのものなんですね。で、まずはね、画像の方を見てほしいんですけれども、これはね、おへそのところですね。ちょうどおへそのところを輪切りにした状態ね。そういう風な画像だというふうに思うんですけれども、これ上がお腹で下が背中です。だからちょうどなんていうかな、上のところのちょっとこうくぼんでるところありますよね。で、ここが多分おへそだと思うんですよ。
で、下が背中ってことね。下が背中になります。で、このうちの青い部分ありますよね。で、この青い部分が皮下脂肪なんですよ。で、皮下脂肪の方はこれで見ると背中に多いんですよね。だからこう、僕はこのお腹のところもこうつまめるんですよ。このぐらい。このぐらい今つまんでるんですけれども、これは多分これでいうところの上の方ですよね。上のお腹のところに、若干ね、青い部分があるんですけれども、そこをつまんでるって感じですね。で、それで言うと背中の方ってめちゃくちゃあるんですよね。こっちってね。だからつまもうと思えばがっつりこうつまめるんですけれども、結構これ見ると多いですよね。そう、後ろの方がね。はい。で、この青い部分が皮下脂肪ね。で、赤い部分がありますよね。で、赤い部分が、これが内臓脂肪なんですよ。こういったことになります。だから内臓脂肪はどうでしょうね。これで見ると、臓器の周りに薄くあるのと、あとちょっと中にね、赤くなってる部分がありますよね。そんな感じだと思います。で、これがね、画像になります。で、次に数値を見たいんですけれども、数値に関しては、内臓脂肪面積は100平方センチメートル以上で内臓脂肪型肥満というふうに判定されるんですけれども、で、これ私の場合はどうかというと、これ上から2番目ですよね。内臓脂肪面積ね。で、これが 15.36 なんですよ。15.36 平方センチメートルということで、診断結果としては、問題なしということになっているわけですね。で、BMI も一応見ておくと、BMI は 19.71 ということで、これは普通体重に入っているという診断がされているんですね。ということでね、僕の内臓脂肪量による肥満度としては問題なしというね、そういう結果になりました。だからね、ここにね、問題なしというふうにだけ書かれているんですけれども、そういった結果になったんですよ。なので結構僕はですね、ここの皮下脂肪がね、結構つまめる感じであったんで、これは内臓脂肪も結構あるんじゃないかなってことをちょっと心配してたんですね。で、結果を見たら、15.36 ということだったんで、良かったかなという感じですね。はい。で、ちなみにですね、皮下脂肪面積ね、これがですね、81.87 ということで、これはどうなんでしょうかね。これ高いんですかね。ちょっとこれはよくわからないんですけれども、BMI からするとね、普通体重っていうことだし、一応内臓脂肪量による診断では問題なしということが書かれているので、ちょっとこれはわからないんですけどね、皮下脂肪がね、これが多いのか少ないのかっていうね、そこはちょっとわからないんですけれども、こういう形でね、結果としては出てきました。で、今回はね、なんと前川さんとお話をしてきまして、で、こちらの内臓脂肪の教科書の出版記念ということでね、対談をしてきましたので、次回はですね、そちらの動画を配信したいと思いますので、引き続きご覧いただければと思います。ということで今回は以上になります。じゃあ、またね。